YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。8月24日日曜日、本日もよか天気です。なんとなく空模様が秋っぽくなってきましたね。この山の緑もね、もうすぐ赤く染まっていくんでしょうかね。植木鉢コンポストは今日も絶好調です。前日の生ゴミすらね、姿を消すほどのワイルドスピード分解です。野良ユリ。この野良ユリ、毎年咲いてくれます。赤とんぼが舞い始めた変わり場です。やだ枕チャンスじゃない。母さんの枕は大人気すぎて。母さん一度もこの枕で寝たことない。なんか髪の臭いけど似ているわ。全にゃんがここで寝てるもんね。ちょっと背中もじゃもじゃしないでよ。チョロコスタイルね整えているわ。いやーもみもみかわいいいい。くもいわ。みーちょさんもお休みですか。Anmin Bogai Yameya。あれ、後ろが騒がしいな。旦那氏とチョロコさんのささみパーリーだった。やだ7個おいしいじゃない。おかわりちょうだい。チョロコさんはゆでささみが大好物。Nani tabateno chiolani. Suluyan yuchinamo kalaya. Shera bakule temo muda yadi. 今からあげるからもう少し待って。今日は揚げピザを作ります。いきなり背徳感マックスですけどね。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 73% の生地です。こんな英語表記もいる？生地を発酵している間、ババアは買い物へ。ドルフィンちゃんにね、新しい葉っぱが芽生えてきてますけど、どうせならね、実がなってほしかったな。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。さて、この人参とじゃがいも、これで何を作るかというと、ニンニクと油をたっぷりとまぶしてグリルにしようかと思います。今回のメインメニューは揚げピザということでね、そんな背徳感たっぷりのジャンキーなメニューにはね、ポテトがよく似合いますよね。50代の夫婦が食べるもんじゃねえって気がしますけどね。こちらは一度レンチンをして火を通しておきます。揚げピザの中に入れる具材を切り刻んでまいりましょう。揚げピザという名前の通りにね、生地の中にピザの具材を詰めて油で揚げる料理なんですけど、玉ねぎをたっぷりとね、ひき肉と一緒に生地の中に詰め込んで、あとね、えのきなんかも入れちゃったりしてね、今よしひこがガス缶の入った袋をひっくり返しました。すごいな、もう悪いことしかしないな、よしひこ。かっこ女の子。えのきもみじん切りをしたら、ひき肉と玉ねぎと合わせていきます。ピザソースを買うのを忘れたので、味付けはね、ケチャップを使う予定なんですけど、経験上ね、私の中でケチャップは万能調味料なので、多分大丈夫だと思います。生姜にんにくオイルと合法パウダーをパラリ、そして万能ケチャップ、隠し味のマヨネーズ。揚げピザの中身の完成です。今回はね、余計なものは入れずに、食材もなるべくね、シンプルにして素材の味を引き立たせようかと思います。じゃがいもと人参のレンチンが完了したので、今度はこれを耐熱皿に並べてオーブンで焼いていきます。今日の料理はね、パンを揚げる以外はほとんどね、電子レンジとオーブンで調理を完了させてやろうと思います。こちらにも生姜にんにくオイルと合法パウダー、
ほんと万能ですね。それでは焼かれてきなさい。もうじゃがいもと人参には火が通ってるので、表面に焼き目をつける感じで250度で20分ぐらい焼きました。ストック千切り野菜がなくなったので今大量に作ってます。それでは揚げピザを成形していきましょう。今回の生地の加水率は 73%。ベーグルの時とほとんど同じぐらいの加水率なんですけど、油で揚げるという作業があるのでね、あんまり生地が柔らかいと揚げる時に穴が開いちゃうので、水分量的にはこれぐらいがベストなんじゃないかなと思います。加水率 73% ぐらいがね、生地が柔すぎず硬すぎずでちょうどいいので、こういう成形の作業も扱いやすいです。手粉をたっぷりと振って生地を丸く整えたら、この生地を8等分にしていきます。そうそう、我が家の生地はね、米ぬかが入ってるので 73% でこんな感じなんですけど、小麦粉 100% で作るっていう場合だったら 68% から 70% くらいですかね。小麦粉オンリーの生地で 73% の水分を入れるともうちょっとベタベタになるんじゃないかと思います。8等分にして丸める時もね、もう躊躇せずに手粉をたっぷりとつけてください。こういう扱いやすい生地はね、丸める作業も楽しいですね。パン生地が愛おしくてたまらない。さて、8等分にした生地をすべて丸め終わったら、この生地をね、平たく伸ばしていきます。あまり薄すぎず、かつ分厚すぎず、そんなね、ちょうどいい感じで伸ばしていきます。あんまり薄いとね、このひき肉あんから出た水分から生地がちょっとベタベタになって油で揚げる時にね、穴が開いちゃう可能性があるので、ほどほどを目指して伸ばしていきます。なんて適当な説明なんでしょうね。ほどほどにいい感じで伸ばし終わったら、ひき肉あんとチーズを結構たっぷりめにのせて生地を折りたたんで包んでいきます。折りたたんだところからね、油で揚げた時に具材が飛び出さないように縁のところはしっかりと閉じていきます。ババアは今指で、イントネーションおかしいな、指でむにゃむにゃとね押さえつけてますけど、フォークの背中でギュッギュッと押したりね、とにかくここの隙間からあんが漏れ出さないようにしっかりと閉じていきましょう。これで揚げピザの成形が完成です。これを8個作っていきます。あんをね、ちょっと長い時間放置してたら結構水分が出てきたので、玉ねぎはね、塩もみしてちょっと水分を出してからあんを作った方が良かったかもしれないですね。ギリギリね、なんとかなったので、このまま揚げていきましょう。その前にポテトと人参のグリルも完成しました。焼く前にまぶしたね、生姜にんにくオイルの匂いがめちゃめちゃ食欲をそそります。それではピザを揚げていきましょう。170度から180度ぐらいの温度で中のね、ひき肉に火が通るまでじっくりと揚げていきます。このひっくり返す時にね、油がビシャッと跳ねないように気をつけてそろっとひっくり返してください。ちなみにババアはビシャッと油が飛びました。誰がコンロ周りを掃除するんでしょうね。恐ろしいですね。とてもいい感じに揚げ上がりましたね。さあ、どんどん揚げていきましょう。さっきね、油を大量に跳ね上げてしまったので、とても慎重にひっくり返してます。油で揚げながらカレーソースなんか作っちゃったりして、最後の揚げピザも揚げ終わりました。こんがりチョロコさんの腹毛色、美しい色ですね。さて、完成しました揚げピザと
じゃが人参のグリル、セブンで買ったゼロカロリー寒天ゼリーを添えて、ついでにヨシヒコも添えて、それではいただきましょう。やばいくらいにハイカロリーランチになってしまいました。背徳感が半端ない。でもほら、チーズはね、コレステロール 70% オフって書いてあったから、カロリーもゼロカロリーみたいなもんですよね。知らんけど。とりあえずね、サラダをもりもりと食べて、迫り来る罪悪感と戦おうと思います。いっちゃうよ。やばいのいっちゃうよ。揚げピザを半分にね、こうやってスマートに割って、チーズがビローンと伸びる姿を映したかったんですけどね、ババアがやるとまあ大体こうなります。こういうところがね、バズらない YouTuber の悲しい差がというところでしょうか。だがしかし味がね、最高すぎて腰が抜けました。外側の生地もサックサクでね、そりゃヨシヒコだってね、食べたいに決まってます。でも玉ねぎを大量に使ってるからダメ。レンジとオーブンでチンしただけのこのじゃが人参、カレーソースにつけちゃおうかな。もう超絶美味しい。これ多分誰が作っても美味しい。この料理はババアが作ったんじゃなくて、レンジとオーブンが作ったんだ。そんな背徳感たっぷりランチ美味しかったです。さよなら。